きみ団子崩したやつ。
夏はアイスの方が全然美味しいと思ってたけど。そうなんだよね。ホットの方がうまいわ。いただきます。一番それを食べましょう。うまこれいいアボカドやね。ちょっといいアボカド。玉ねぎがいいかも。最近研究中のね、酢玉ねぎさんを入れたんだけどね。うん。これがうまい。うん。ほんとうまいね。いろいろ使えるんだよ。そのまま食べても美味しいし。そうなの。塩もみするとなんか美味しい気がする。うん。うますぎる。やばいこのサラダ。これね、ナスを入れてないけどナスを感じるっていう。うますぎる。秋はね、私の大好きなナスがね美味しい季節ですからね。かけりゃかけるだけうまいぞ。うまい。うまいね。これはうまいわ。運動会ででかかったからさ、6年生の騎馬戦とかに人数足りないからって呼ばれて、年下なのに馬やってた。ひどいなそれ。いいよ、いいよ。いまいちですね、おじさん。
いろいろ読んだらさ、めっちゃ楽しみなんだよね。楽しみだよねこれ、うん、このままこう一口で食べる感じかな。好き。うん、美味しいねこれ。めっちゃ面白い。めっちゃいいね。すすらないとこがいいこれ。うん、美味しいな。うん、ネギネギ。よいしょ。下川の流儀がうまい。うまい。それさ、去年さ、焼くだけのやつやってずっとさ、天ぷらで食べたいよねって。これほんとうまいよ。うん。しいたけとエビよ。まあ美味しいに決まっとる。本当にそれはね、本当に美味しい。大きいけどね。うん、うますぎる。うん。 10個ぐらい食べたい。これ美味しい。うますぎる。天ぷらおかわりあるよね。よくご存知ですね。早生のりんごってちょっとこう水分が少なめに感じる。確かにサラダ向きかも。うん。パプリカ。パプリカ。うちのあ、美味しい。我が家で、ね、よく出現していたの。これピーマンのおひたし。甘いねこれ。うん。美味しいね。めっちゃうまいわ。うん。焼いただけ。焼いただけ。このうどんがさ、思ってるよりどんどん腹に溜まってくるよ。あれね、見た目すごい少なく見えるよね。そうそうそう。でもなんか食べてるとめっちゃ多いんだよね。天ぷらを補充してこようと思うんだ。いってらっしゃい。この天ぷら超豪華じゃない？豪華。うますいんだけどこれ。去年からずっとしいたけができたらとか思い続けて秋を越え春を越え我慢できなかったから作っちゃった。
ついにね、焼ききのこ汁のやっぱ季これよね。節がね、そうやってみたいな。あーうまっ。これにしか出せん味がある。そうなんよ。毎年待ちわびとる。うまい。まあ、年中作れるんだけどね。まあ秋っぽいから。ないこと言うと年中作れるんだけど。本命。秋と言ったら月見バーガーやん。ではおお。えい。これ超うまいね。うん。これは超うまいわ。ね。お月見だって言ってさ、うん。月見バーガー買ってさ、公園でね。公園行ったらさ、みんな同じこと考えててやってたさ、なそう同じことやってたよね。あれ楽しかったね。うん、なんかね、一体感があって面白かったな、あの公園。年のかぼちゃもすごい上手にできとってじゃね。うまい。う。うん置いといたらもっと美味しくなったじゃん。ん。うん。だけどね、一気に食べ過ぎんようにしようと思って。ちょっとずつ食べようと思って。万願寺唐辛子。それね、福耳唐辛子って言うんだよ。知らないけど美味しいねこれ。珍しいでしょ。うん、すごい味が濃いこれ。うん。憧れがあるよね、きのこ汁ってさ。あるね。山小屋みたいなとこでさ、昔話みたいなね。いろいろ。そう、名もなきキノコと、うまあ山鳥とかそういうのだと思うんだけど、ん。だしでな。そう、日本昔話のいろりに置いてあるあれね。あれ絶対うまいよな。あれどうやったら食べれるんだろうね。あとほんの少しのクツクツクツっていう音がいいよね、いい昔のアニメとか。うんそこを初めて話したけども、うん。共共感できる人いるんやな。共感できると思ってなかった。まあ絵本とか昔話とかそこしかなんなら見てないよ。それは違います。こういう団子ってなんか憧れがあったよ。いや一度摘んでみたい団子だったっていうかさ。一回やってみたかったよ。そういうこと。昔話つながりじゃないけど、こういう団子って妙にうまそうに見てたよ。憧れるでしょ。ナルト金時買ったん。芋ね。そう。うん。お芋は。すっごいのせんな。ダメ？憧れの摘み団子を崩したやつ。結局あのままでは食べれないのがちょっと悲しいよね。うまい。これいいね。うん。素朴でいいねこれ。かわいいわ。かわいいな。いやわかんないだろ。でも存在の感動。オーラが感動って。